相手との、例えばその間合いの認識を、勘違いさせるような技術だったりとか、もしくはその、相手に、なんですか、気づかれないように切るというか、その踏み込む技術だったりとかっていうその。これでもう勝負を取ってしまう。ここで刀抜いてしまうと相手が刃物見えるんで、脇の下からこんにちは、空手家工芸です。本日も大阪の日本橋にある、師団体験東進で令和の剣豪、町井功先生とお届けしたいと思います。本日もよろしくお願いします。ちょっとですね、もう前回までもいろんなことを教えていただいて、あれだったんですけども、そうですね、なんですかね、まとまったで終わります。僕らって、徒手なんで、正直、空手家ってこう素手で手足で打ち合うって言っても、なんならまあ一発もらっても、正直大丈夫、命に関わらないので、大丈夫っていうのもあって、もちろん僕らも間合いの調整だったり間合いをごまかしたりって技術を使ってるんですけども、正直僕らのその感覚よりも確実に居合とかみたいに日本刀を使ってるって当然ですけども、ちょっと首に触れられただけで死につながるので、その間合いっていうことに関してとか、その相手との、なんつうか距離を認識を相手にずらさせるっていうか、その、思ってないようなところで切って吐きられたっていうふうに思わせるみたいな技術に関しては確実に僕らよりも全然研究が深いんじゃないかなと。その意識がそもそも違うので、その触れられてはいけないっていう意識が強いので、なんかそういう部分でそのこれもしか公開できるものを選んでおりましたっていう感じでもちろん結構なんですけども、公開できる範囲でその相手との、例えばその間合いの認識を、勘違いさせるような技術だったりとか、もしくはその、相手に、なんですかね、気づかれないように切るというか、その踏み込む技術だったりとかっていうその運足とか、なんかそういうちょっとその、なんですかね、相手に間合いを勘違いさせるような技術っていうんですかね、を何か一ついただけたらなと思って。ただなんかこういうのって命のやり取りする場合、生死に関わるような技術なので、その公開できるものだけで全然、公開できます。大丈夫です。よろしくお願いします。でもちょっといくつか、そしたら袴って足さばき隠すためのものなんですけども、通常でしたらこんな感じでしますけど、運足の中で追足っていうのがありまして、でこの時にこう体が前に出てしまうと相手も下がってしまうんですけど、体の軸を残したまま足だけここに寄せると。するとこの前に出る動きはないけども次の動作ができてるんで、大きく間合いを詰めるっていうのが一つあります。でもう一つ、僕がよくするのが、柳原君ちょっと受け取ってもらっていい？下段の構えをただ単にこうやってやってしまうと上段に振りかぶってゆっくりで一足一刀でこれもうもろに打たれますよね。もう一回もう少し入る、ここ頭てっぺんあたりこういう感じですね。これをこうしてこうすると頭だけ下げたなっていうのがバレてしまうんですけど、正眼に構えたところからじわーっとこう持っていくんですね。でこれでここ狙って一足糸でゆっくりここで十分入るんですけど、相手はここで前を読み間違えてるので、指を立てたら目の前をかわすと。ここでもう安全っていうのを確保しているので、思いっきり早く置いて目打つつもりで、この下段のところからこれでも勝負を取ってしまう。下段のところからこれでも勝負を取ってしまう。で立てた時には相手の剣は自分の目の前をかすめますし、こっちは剣を立てることによってもし頭に伸びてきたとしてもここで流しながら首を取るとかっていうのができるんです。
もう一回置いて、ただ単に剣下げてるだけだともう自分が後ろに逃げないといけませんけど、この形今この形そのままでここで取る、はい、っていうのと、あとは担当とか、脇差しで刺される時ですね。でもちろんこの胸から上攻められるとちょっと、対処の仕方は変わるんですけども、骨のない腹部を狙ってくるとしますよね。でついてくる。でこれ脇差しだからもちろん長いんですけど、これを逃げてしまうとまた相手は上げてさばいてくるので、その場で股関節を使って袈裟に切るっていう動きをすると、これは素人にはかからないです。お互いに中心軸っていうのが分かってるもの同士になると、これでこっちに流れるんですね。これでこっちに流れるんですね。でその時にタイミングを合わせて、ここで取ってしまうとか、これも全部ここの空間をちょっと狂わせる。あとは今の感じで、担当を持ってるつもりで、じゃあ首でも攻めてこようか、こういう感じですね。一撃必殺で刺してくる場合、手でさばくとここで衝突して相手また反対の手で刃物持ってたらやられてしまうんですけど、ここも上は狙われてるけどここに空間作るようなつもりで股関節でこの距離を騙してしまうといい。もうこれで相手を取る、もうこれで相手を取る、逆にこっちが首かき切るとかっていうようなことを、もう普段年をされてる先生から見たら、いや大したことないなっていうレベルかもわかんないですけど、こういう稽古してます。いやこれは僕全部公開しちゃって大丈夫ですか？全然大丈夫です。基本ここでこことか、あとはこの頭を一応あえて認識させておいて、あれですかね、誘ってそこを切らすというか、ですよね。だから僕がやってる居合とか剣術は自分がその場に居つくっていうか、それで相手にもうどうぞどうぞ狙ってくださいっていう環境を作るんですね。ボクシングとかそういうのだとこうステップして位置ずらしたりとかするんでしょうけど、まず相手にきれいに刺させる、もしくはきれいに切らせるっていうイメージを作らせると。確かにあれですね、自由にどこ来るか分かんないやつより、そうなんです。自分でここですよって相手に認識させて、そこを切らせれば対応できるからっていうのは、だから中段に構えてしまった場合は剣がここにあって、右面も左面もすねも狙われますけど、下段に構えて足が後ろに見える状態だと、ここまず剣も下にあるんで狙ってこない。ほんなら上か左右かっていうので限定できるので技が出しやすい。なるほど。あとはその間合いの稽古としては、ちょっと受け取ってもらっていい？こういう状態でまた相手が刃物を持ってこうついてきたのをさばきますよね、さっきと同じ。これを横じゃなくて股関節でもう自分から刺されに行くんですよ。で手で押そうとすると相手反発するんですけど、どうぞ刺してくださいだと相手崩れるんで、でここで刀抜いてしまうと相手は刃物見えるんで反対の手で塚を押さえに来るんですよね。でそれをさせないようにここであえて体前に出さずに足だけここで刀見えないところから脇の下から首までかき切るとか、そういう感じの間の詰め方とかしますね。でひどい時とか大きく間合い取ってる場合なんか自分で自分の足を蹴ってちょっと詰め寄るとかっていうのもしますし、ちょっと足運足に関しては現代のステップにも通ずるものがあったりするかもしれないですね。
とにかくその頭が前に出てしまう歩き方すると刀が抜けなくなっちゃうんです。ああ、そうですね。はい、で体が前に出ながら刀抜いていくとここまでこんだけ残っちゃうんですね。で、軸は残したまま安全を確保した上で足が出て軸を移して、はい、で体前出ないようにまた軸を取って足出してっていう動き方でいくと、普通右足出すと刀抜きやすいイメージじゃないですか。それが左足でも刀が簡単に抜けて、普通だったらこうなりますよね。それが体残したまま股関節抜いてやると、ここで刀が抜けると、ここで刀が抜けると、スーッと詰め寄ってこうだと抜けないのが、体をその場につかせると刀が抜ける。でここで一瞬体にブレーキかかってますから、相手もこのただずっと寄ってくる計算での間の詰め方でくると、間合いを読み違えると。あとは間合いを読み違えさせるっていうのだと、それ木刀で上段に構えてみてこれでただ単に歩きながらこう抜いていこうとしたら寸止めで止めて、ここで抜く前に切られてしまうんですけど、ここもとにかく肩が少し前に出ただけで間合いを読まれてしまうので、ここが全く動かずに、そしたらもう相手は動けない、そしたらもう相手は動けない、そしたらもう相手は動けないというような感じで、刀の抜き差しの仕方、肩を出すとかっていうところでもちょっと間合いを読ませる。肩が動いた時点で、もう一回構えて、ここで抜いてやろうと思って肩が出た時点で相手は攻撃してくるんですけど、ここが動かなければいつ抜いたかがわからない。で一番わかりやすいやつは、ちょっと子供用のおもちゃなんですけども、うちの道場の音楽が寄付してくれたんですけど、まあちっちゃい子供が使うものなんで、ここが狭い分絶対に引き金は引かれてしまうんですけど、先生に構えてもらった方がいいですかね。でこれも結局先生だったら僕を打つこと絶対できるんですよ、全体を見てるから。じゃなくて一般的な素人、ただ強盗に入って殺す気はないけども銃突きつけるやつっていうのは、この状態で手元見てないんですよね。でこれが肩が前に出て手が前に伸びると引き金引かれてしまうんですけど、両肩が出なければこういう感じで、両肩が出なければこういう感じで、こういう感じで銃を取るとかっていうのに、結局僕らが求めてる間合いの詰め方ってこういう抜きで本来手が出てしまうのを隠すとか、そういう、確かにもうここしか見てないと見えないですね、動きが。うちの息子なんかやっぱり遠い感じで見るんで、パッて動いた瞬間打つんですけど、一回やってごらん。もう先生ここだけ見てもらって、もううちの息子の動きが分かったら、もう容赦なくおでこにこれをぶつけてやってください。僕はとりあえずこの中心だけ見てですので、間に合ってた？ちょっと微妙。僕は意識は動き出しに集中しちゃダメなやつですよね。そうですね。ここだけ見てればいいですね。全体見てたら絶対。そうですね。
ちょっと相手に意識を持っていっちゃいそうな自分とつながってるね、なんかあくまで肘の抜きだとかそういうのの練習ですけど、絶対に全体見られたらできないので、ここだけ集中な、ここだけ見てみたい。ここだけで一回悪い例するから、もう見えたら容赦なくて目だけ打つなよ。これでもちょっとは音だけど発射されちゃってるね。でもうっとさっきより球向こうに飛んでたでしょ。これどうしても狭いになっちゃうんですけど、そんな感じで、間合いっていうその歩幅だけじゃなしに、この手の出し方とかでも練習、その間合いを練習します。足にはちょっと木刀を持っていて、そこにある下段からの間合いにしても、例えば居合なんかでよく見るような片手で相手がすねを切ってきても止めましたっていうところから、相手が面を打ってきますよね。足入れ替えずに狭い距離が近いから、もっとこれを寸止めしてな、これだともう相手の剣が先に入ってくるんで、ここでもう守る形作っちゃうんですね。ここだと間に合うっていう。ここだと間に合うっていう。だから手を使わずに刀の中にいかに入っていくかっていう、これも一つの間の詰め方の練習の一つで、なんか先生の求めるお答えになってるかどうかわからないですけど、一番わかりやすいのはこの頭出しとってこの頭だけですね。面白いですね。ありがとうございます。でもあれですね、人間って基本自分の方に何かが向かってくる動作には敏感に反応するんで、さっきのこの出る時にこれが動くと分かるよっていうのはすごい分かりますし、それを動かさないと読めないっていうのも分かるんで、なるほどなと思って。ちょっと話脱線しますけど、今から10年以上前ですかね、ロサンゼルス行って、なんかフルーツ忍者っていうアプリがありましてね、それのなんか再現みたいなんで、もう観客がいろんなところから投げてくるフルーツを日本刀で切りまくるというのをやったんですよ。で要は生じゃないですか、編集できない、だからやっぱりプロとして呼ばれてるからには失敗したくないんですよね。で、一番小さいものでもいちごまでにしてねって約束したのに、現場行ったらブルーベリー投げられてこんな小さいもんを当たらないところに投げられてもこれ切るの大変なんですよ。なんか小さいものが飛んできた時にはあえて当たるところに移動すると守りたい方でスパスパ切ることができる、そういう経験も。だから間合い、だからボールとか BB 弾も本当はここに来るよりはこっちに打ってきてもらった方が成功確率高いんですけど、横に切っても2つに割れてこれだけなので、ここに投げてもらってますけど。そうですね、ありがとうございます。そうですね、でもちょっと想像以上にいろいろ出してもらっちゃっても本当大丈夫なのかなっていうぐらい、原理はいくらでもお話できるんですけど、その下段から相手が打ってくるのを取るっていうのも完全にこの緩みを体で覚えないと体現できないので、そこは簡単にパクられないだろうというちょっと自負があるので、さすがですね。いやありがとうございます。ぜひちょっと僕もうまいこと空手に応用させていただいたりとかできればなと思いますんで。いやもう先生はもう今日前回そうですけど、ちょっとお教えしたことを吸収すごく早いので、
まあ、真面目に AI 研究されたら多分もう数年で僕抜かれちゃうだろうな。いやとんでもないです。いやありがとうございました。いややっぱですね、そうですね、やっぱ僕らと違ってやっぱ一撃が生死に関わるんで、そういうところの研究は絶対僕より進んでるだろうなと思って聞いてよかったです。楽しかったです。ありがとうございました。2022年に開催された K1 無差別級トーナメントで優勝した、第2代、クラッシュのクルーザー級王者のやっぱりこっち取られちゃうとこうカットしにくいのと、普段カットする場合って一番メジャーなのが外に膝を向けて前当てに行くのがメジャーだと思うんですけど、ここなんでいちいちこっちに立ってここ蹴るとかじゃなくて、こちらのポジションに立って正面からでもここが蹴れちゃうので。今日も最後まで YouTube を見ていただきありがとうございます。僕も、町井先生の終身流居合、術標法チャンネルの方に、出させていただいてますんで、ぜひそちらの方も、ご覧ください。町井先生の方では空手の技術だったりを、空手の技をちょっと痛い思いをしながら体験していただいたりめっちゃ楽しかったです親子で蹴り合ってもらったりなんかちょっといろいろさせていただいて、でその中でもちょっと、僕の道場の練習方法とかも紹介させていただいてますので、ぜひそちらもご覧ください。また今回僕ここ大阪で、技をいろいろ教わったんですけども、大阪の難波の、駅の近くの日本橋の方にあります道場、めちゃめちゃ学びたくさんあるんで、ぜひよかったらこちらも、検索してきてみてください。詳しくは動画概要欄に貼ってありますので、そちらをご覧ください。すいません、ずっと一人で喋って僕こんな説明って大丈夫ですか？もう本当にもうありがとうございます。すごい説明してくださって。じゃあすいません、じゃあ進行していただきます、日頃僕のチャンネルは見れば 100% 強くなるために役立つ動画を毎週金曜18時に更新していきます。動画の内容が良かったらぜひいいねボタンとチャンネル登録して空手家高血と一緒に強くなりましょう。すいません、ありがとうございました。高血がスタミナ強化のために現役時代に実際に行っていた具体的なミッドメニューと、その時の注意点、試合に直結させるために設けたミッドメニューごとの休憩時間の長さやその理由などについてお届けしたいと思います。ちなみに先週お届けした高血がスタミナ稽古で大切にしていたこと3